こんにちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙とホチキスでアジサイとカタツムリを作ります。アジサイのお花を作ります。使う折り紙はこの小さいタイプの折り紙です。もしお手元にない場合は普通の大きさの折り紙を4つに切ったサイズと同じになります。2枚で1つのお花ができます。色のついた方を内側になるように三角に半分に折ります。折り筋がつきましたら広げて、もう反対側の対角も同じように折り線をつけていきます。上の尖ったところを1枚下の折り線のついたところの辺に合わせて折り下げます。裏に返して同じようにてっぺんを下に下ろして折ります。もう1枚同じように折っていきます。同じものが2枚できました。2枚を重ねます。折り線の見える中心の縦のラインの上のあたりにホチキスを重ねて2枚合わすようにくっつけます。上からこのように広げて、色の見えるところが広がるように、このように指を入れて広げていきます。花びらと花びらのところを合わせてしっかり持って広げながら上から少し押さえてこのように潰します。花びらを広げながら潰して、これで出来上がりです。一つのアジサイにつき10個前後作ります。折り紙2枚を使って土台を作ります。2枚をこのように斜めに重ねて貼っていきます。重なりそうな部分に糊をつけていきます。これで土台ができました。土台に木工用ボンドで貼り付けていきます。花の後ろの中心のあたりに接着剤を広げてつけていきます。土台の上にこのようにペタンと貼っていきます。まずは全体的に貼っていきます。土台全体的に貼りました。このままでも構いませんが、ちょっと立体的にする場合はさらに上に乗せるように貼っていこうと思います。少しね、どこの部分に貼ったらいいか貼りにくいので、なんとなく置いてみて、ここ貼れそうかなと思ったところに
接着剤をつけていきます。しっかりとくっついて起こしても落ちないようであれば大丈夫です。また次に貼れそうなところを探してみて、そして貼っていきます。お好みのところまで貼れましたら、アジサイが出来上がりました。お好みで葉っぱを作ります。折り紙の色が隠れるように長方形に真半分に折ります。そうしたらこの下の端から端を結ぶお山のような形で切っていきます。広げると葉っぱの形になります。葉っぱの根元に糊を塗ってお好きな位置で重ねて貼っていきます。このように貼れていれば大丈夫です。カタツムリを作ります。カタツムリの体になる紙を1枚と殻の方の紙を3枚準備いたします。まずは先ほどのアジサイと同じように折っていきます。半分に折って広げてもう一度三角になるように折っていき、上の尖った部分を下に下ろして折って、裏に返して反対側も同じように折ります。半分で折ったところを広げて、この上下も色が見えるように少し折り上げます。だいたい同じぐらい、もしくはそれよりちょっと折れたぐらいですかね。このように上下を折り返します。折りましたらもう一度半分に折ってこの形にしておきます。あとの2枚も同じように折っていきます。3枚同じように折れました。今回3枚中2枚を同じ色にして1枚は違う色にしました。この場合この違う色を同じ色の2枚で挟むように重ねていきます。中心の上のあたり折り線に重なるように3枚一度にホチキスでこのように留めていきます。これを一度半分に折り曲げて少しカーブするように折り癖をつけていきます。広げていきます。先ほどのアジサイの時とよく似ています。広げましたら先ほどのアジサイの花びらを広げた時のように色
色がついているところに指を入れて潰していきます。で、押して潰しながらこの先ほど曲げたところにこう沿わせるようにこのように潰していきます。これで2枚ずつ持って広げながら少しカーブを作るように押さえながら広げていきます。全部広げたところで少し形を整えながらもう一度カーブするように折っていきます。これで少しくるくると風車のようになっていれば殻は完成です。体も折っていきます。体の場合は色がついた方を外側に三角に折ります。そして広げて上下を内側に折り返していきます。そしてもう一度初めに折ったところを折っていきます。真ん中のあたりから半分をこのように斜めに折り上げていきます。こちらが頭の先になって尻尾の先になるイメージです。この背中のところにちょうど殻がつくように貼り付けていきます。接着剤を殻の貼り付けたいあたり少し広めに塗っておきます。どのあたりがくっつくかわからないのでちょっと余分に広めに塗っていって、でここのあたりで塗ったのでペタンとくっつけていきます。これでカタツムリの出来上がりです。折り紙2枚を使って雫を作っていきます。作りたい雫の大きさに合わせた丸いものを型にしてまずは写し取っていきます。上の方を三角帽子を乗せるようにこのように円の縁から縁まで三角を描きます。もう少し長くしていただいてもいいかと思います。お好きな形で作ってください。そうしましたら少し三角をまっすぐじゃなくカーブさせていきます。これに合わせてまずは切っていきます。1枚型が取れましたらこれに合わせて同じ形になるように写し取ります。切っていきます。後から切った1枚を色がついた方が内側になるように先っぽを尖らせるように大体で結構です。半分ぐらいにこのように折り曲げます。折りましたらもう1枚色のついた方を上に向けていただいて2枚重ねるようにしたら先ほどつけた折り筋の上と下をホチキスで留めます。上になる方を折り線に合わせて軽く起こしたらこのように立体の雫になりました。お好みの数を作って壁などに貼って楽しんでみてください。またこのように裏に紐を貼って
吊るしても可愛いかと思います。いろいろな飾り方で楽しんでみてください。